今日はね、ハンギングを作っていきます。これはビオラのね、新しく仕入れてきた、今日仕入れてきた苗です。ソフトピンク。これの単色のハンギングです。だからね、簡単。このソフトピンク、ピンクかな、これ。すごく薄い紫、赤い紫っぽいかな。こんな色で作っていきます。なんか嫌われない色。いい感じに育ってます。でね、このスリットを通すので、ここの根元の土は軽く落とします。肩を落とすってよく言いますけど、そしてビオラってね、軽く同じ方向を向いてるんです。なのでここに入れるのはこう向きだと顔が下向いてるので、こう向きに入れます。でこれは先終わり。こうやってね、肩を落とす。根っこは切らない。そして仕入れたばっかりだとあんまり傷んでないけど、枯れてる茶色い葉っぱとかを取ります。下の方でね、黄色くなっちゃってるのも取っちゃって大丈夫で、これもなんとなくこっちが満開っぽいで、こう薄くして入れます。ここは一番下までで、ここはちょっと上ね。これでちょっと V の字になりました。で、私は一番コスパのいい植え方かなと思うんだけど、一番端は苗一つ。昔はね、全部のスリットに3個ずつ入れてましたけど、いや待てよと思ってね、全部のスリットに3個ずつ入れるとちょっと窮屈ね。そしてこのハンギングの説明書きにもね、10から13とかかな、これね、6から10株って書いてある。6から10株使用数なんてね、だって12345横に1個ずつ植えて上に1個ですかって感じですよね。6はちょっと少ない感じで、ソフトピンクだけどこれだけちょっと色がついてるからセンターに入れてみる。しかもこの子ちょっと水枯れ、扱いは安いんだけど水つけました。これでセンター。同じソフトピンクですよ。でも色がちょっとついてる。で2と4の、勝手に12345、2と4ね、2と4に1個ずつ入れます。これで側面が全部入りました。これどこのだろう、村上さん、埼玉県村上雄一さんっていう人の作ったビオラです。上にも植えるので、ちょっとねへこんでた方、ここにスペースがあった方が植えやすいです。いっぱい入れてね、スペースがなくなってくるとこんもり植えるようになるので、それでも悪くないんだけど、後のね水やりとかが大変になってくる。上にこうなってる部分は水切れしやすいのでね、そういう時には苗をね水苔でくるんで置いてあげたりすると少し水持ちが良くなるかもしれない。あとは上に3株。3株置きました。これの位置の感じでね、ここにね見えちゃうんですよね、隙間が。こんなかな。なんか固定する前に見ないとね。もうちょっと前に出て、こんな感じかな。ちょっとね、ここの隙間が気に入らないの。アイビー持ってきました。
長すぎる長すぎないアイビーを持ってきました。これはグレイシャー。ビオラだけでハンギング作るよって言ったけど、アイビー足しちゃいました。アイビーは日が当たるとね、自然に顔向けますけど、入れた時に裏を向いてるとね、かっこ悪い。表向きにしてあげてください。よいしょ。ね、ここでポンと置いただけだから、アイビーしっかり埋めてあげて、でワイヤーで留めて、このワイヤーは必要ないですよ、普通は。ただなんか転がり落ちそうで怖いなと思ったら止めてあげるといいと。手芸用のワイヤーです。水苔でこう土が見えない程度かぶせるんですけども、ぐるっと縁に入れてるので、こうやって持ち上げてね、入れなくて済むのでね、私は先に入れちゃいます。それも好き好き。はい、これでちょっとなじませます。ビオラの苗もポットに入って、そして24個ギュッと詰まって入れてあるので、ケースに入ってる時ってこういう状態で置いてるから、これをねちょっとこう植えたら広げてあげる。そうするとちょっとボリュームがね違ってくるよね。でこう広げてあげると1個ずつ植えてますよっていう感じじゃなくなってくる。まあやらなくてもね自然にそういう風になってきますけど、ほら良くなったよね。ほぼほぼビオラの寄せ植えです。でここにねここのラインがこの水苔とかこのケースが見えないようにこのアイビーでごまかしてあります。でもアイビーも冬大丈夫なので全く問題ない。こういう色はどうですか？寂しいかな？ちょっと寂しいけどとても優しい色合いですね。ほらこんな可愛いの。これは、ビオラを11個だから24入り買ってくると2個作れるってことですね。2個作って2個余る。この色とこの色違うけども同じソフトピンクです。私は気に入れました。これヤフオクで売ります。2000円ぐらいかな。お安いですよ。続いて紫系のハンギングを作ります。これがよく咲くスミレでビオラ。どこにどう配置するかね。これがちょっと根っこが回ってる。でもこのぐらい育ってると安心でね、こうやってこうなってきてるのはもう枯れるお花ね。顔がどっち向いてるかっていうのを見て、でこうですね。違う色、ちょっとね丈が違うからどうだろうと思うんだけど、まあしょうがないね。これはよく咲くスミレで、よく咲くスミレって本当にたくさんお花が上がりますから、すごくコスパのいい苗です。でセンターは花いっぱい咲いてるからこの子にしようかな。お花自体はそんなに派手ではないんだけど。で隣によく咲くスミレ。水苔で土止めをして、で上に3つ、上に3つ入れました。でどうせお口開いちゃうのでアイビーで確認。同一品種じゃないからね、ちょっとまとまりがね
完全にナチュラルって感じじゃないけど、今これとこれ入れ替えようと。こっちから見てね、可愛くなるようにっていうのも大事。この株が大きいので、この株がちっちゃいので、アイビーのボリュームをこっちに多くしました。さあこれでやっぱりね、同じところで仕入れてきたケース、同じケースのやつは育ち加減も一緒なのでね、ハンギングにするの違和感ないんですけども、でも、これは同系色だけど違う色にしたいとかいろいろありますよね。でそうすると必ず同じ仕入れで同じケースから取るっていうわけじゃなくなるので、買う時にね、多少なんか大きい小さいあるのはしょうがない。時間をかけてね、バランスよく育ってもらえればっていう感じで長い目で見てあげてください。アイビーを入れて、そしてなんかふんわりさしてね、隣のお花とね仲良くなってもらいたいっていう感じかな。こんな感じです。まだまん丸じゃないね。まだまん丸じゃないけど、いろんなの出てくればブルー系っていうことでいいかな。パープル系かなね。こんなのなんか飛び出して、これがもうちょっと育ってまん丸に見えてくるといいよね。これはね、60点ぐらい。もう一個作ります。今度は黄色。さて黄色もいろいろ、目なし、目ありの薄いクリームね、これ目なし、ここら辺は目なしだね。でこれが目ありの薄いクリームが3つで、これがよく咲くスミレ。黄色ではあるけれどもちょっとずつ色が違う。ちょっと色が違うのもある。こんな感じかな。こんな感じで植えます。今日もね苗が高かった。今日市場帰りなんだけど、市場行ってきたんだけど、これは仕入れてきた苗なんですが、ガーデンシクラメン欲しくてね行ったんだけど、まずね競りに出る前に先取りで買い占められてました。で競りにも出たんだけども、私の考える値段ではね買えなかった。そしてあっという間に売れちゃう。考えてるうちになくなっちゃう。で最後ラス1のねガーデンシクラメン頑張ってボタンを押したんだけど負けました。だからね今回ガーデンシクラメンなし。月曜日に行って買ってきます。だからね仕入れを週1にしようとか思っても買えないのでね、そうしないと足りなくなって買いに行くんですね。もう本当残念。1回に行って結構安く大量に買ってくれば週1でいいはずなんですね。1週間に1度行ったってそんなに悪くはならないですから。すごいかわいい。今日ねちょっと銀行寄りたくて、市役所に ATM があったから市役所の ATM でいいやと思ってね行ったんですよ。そしたらね献血やってます。で献血って何歳までいいのと思ったら65歳までいいんですって。で まだ OK じゃんと思って、献血手帳みたいな献血カードみたいなの持ってたしね、受付に行っていろいろなんだか申告したりとかしてね、海外旅行行きましたかとかね、予防接種受けましたかとか、そういうの全部イエスノーでなんかタッチパネルでやっていって、そしたらね、結論としてはね数値が足りなくてねできなかった。貧血ですかって言ったら、貧血っていうかなんかね病気の人とかに輸血するための血だから、そこまでいい血ではないらしい。なんだっけな、ヘモグロビン、鉄分が足りないみたい。残念でしたね。何の役にも立たないと思ってね。こうなったら自分が病気にならないっていうね。なんかね昔もなんか事前にちょびっと血取ってでなんか数値を測ったりとかしたと思うんだけど、それがなんかここチクッと刺してね痛いの。
貧血になったらどうしようと思って、全くね、うちの母親はね、私が子供の頃、子供になんかぐずぐず泣かれるのが嫌いな人だったの。それでね、ことあるごとに血も出てないのに泣くんじゃないってね言われてたんですね。で、血が出たら泣いてもいい、痛いから。ところがまあおしとやかなね女の子の外遊びとかね、うちの息子たちみたいな遊び方はね全然しないから、怪我なんかしやしないから血なんか出ない。だからこう何かに感動して泣くのとかもなんか恥ずかしい気がしてた。血が出なくちゃ泣いちゃいける、泣いてはいけない。それなのでね、いざ血が出るとね、もうそれがもう大ごと、もう世界がひっくり返るほどね、血が出るような怪我したりとかするとね、もう泣かないじゃなくてね、すごい大げさに恐ろしいことだみたいなね、刷り込みがついちゃってね、血が出るとね、私貧血を起こしてね、ふーっとなってしまうんですよ。女の人の方が血に強いとか言うけどね、そんなん関係ないね。だからあんまりそういうね危険な刷り込みですよね。だからおかげさまで私ね、小さい頃泣いたことない。可愛げがないよね。小学校の時なんかね、泣いた回数を覚えてる。小学校2年生の時に1回泣いただけ。何かに驚いてわって涙が出ちゃった。その1回だけ。まあね、その子育てされた感じの恨み節っていうのはね、もういくらでも出てきますからね。私の母に対する恨み節、うちの息子らもなんか恨み節あるかな。これもいい感じにできました。本当ね、なんか株が揃ってると作りやすい。ほら、普通に可愛いよね。これが花がこれからどんどん上がってきますから、まん丸い黄色いボールになったら素敵ね。いい感じにできました。これはよく咲くスミレです。で、こっちが純白のビオラで、これで青と白のハンギングを1個ずつ作っていきます。まずはブルーから11個使います。これが種です。咲き終わって種ができちゃってる。で、いつものように肩を落としてお掃除しながら、こうやってぐるぐるっと見て、顔が一番自分の方を向いたところを上にする。そして上にするとスリットに入れるので、これをちょっとね長っぽそくします。そうすると入れやすい。で、センターの花壇は一番下まで、ここのね、ここまでこういう黄色い葉っぱは取ります。斑点があったりするのは病気になりますから取っちゃう。で、咲き終わりの花だとか種だとかついてないの確認して、これがいい感じ。これはもうすぐ枯れちゃう。だからこういうのも取っちゃう。こうなるね。なんでこんな下の方で咲くんだろうね。昨日は雨が降ってたもんですから、もう覚悟を決めて2階の部屋を掃除しました。おばあちゃんがね、もう下に降りたら二度と上に上がんないかなと思ったらね、なんか2階に上がって、今お洋服整理してるんだけれども、なんていうのか、雑然と入るところにしまえばいいやじゃなくって、種類別に分けて、で、これはここに入れる、これはここに入れるっていう整理整頓をねしようと思って頑張っているんですよ、私は。ところがうちのお母さんは昔から綺麗好きでね、雑然としてるのが嫌いなの。それで私はいろんなことやってるからゆっくりやればいいやと思ってて、いつまで経っても洗濯物の山がね、部屋の中央から消えない。ところがね、少しずつ減ってんですよ。今日はロンティーをねまとめて、でロンティーの数勘定して、で体一つだからね、そんなにいらないやと思えば古いやつを捨てたりとかっていうのを確認しながら一つずつやってるんです。ところがね、うちのお母さんはね、山になってる。例えばロンティー、あとトレーナー、あとは
アイロンかけるようなシャツ系ね、そういうのとかも山になってんだけど、そういうのをね目につく端から畳んで、で私が全部タンスの中ね、タンス一竿だけ持ってるんですよ。タンスの中全部出したのにしまってあるの、もう端から順番に。でね、私はそれを見るとなんかキーッとなっちゃうんですよ。もうふざけんなと思って、もうここはあなたの部屋じゃないんだからね。うち結構広いんだけどね、私自分の部屋がなかったの今まで。だからリビングに寝てたのね。でも母の部屋をね1階に作って、2階に自分の部屋ね、昔は寝室だったところなんですけど、自分の部屋にしたから、もう自分の好きなようにしたいと思って、であとはいろいろね、押し入れの中とかね、長男のものとか姪っ子のものとかね、姪っ子下宿してたんですよとかちょびっと入ってるので、そういうのも全部出して、であとは下にある今こう分別できてない段ボールに入ってるものとかも持ってきたりとか、そういうことをねしたいのね。それがね、なんかそうやって一見綺麗に見えるように整理してね、じゃあ整頓してね、整理はできない、整頓してしまっちゃう。もう本当にねイラつく。それだからタンスの中に物が入ってればもうそれを出してしまったりまではしないわけですよ。で空いてるとしまいたくなっちゃうのね、うちの母さん。なのでもう昨日一日でねもう全部やりました。整理整頓、もうほんとね整理整頓、もう頑張ったよ私。誰も褒めてくんないけど。それでね、ズボラっていうか丁寧な暮らしとかねできないから、整理ダンスが部屋の収納のクローゼットがあってね、クローゼットのがこうなんていうの、スライドドアのドア2個あるところのこのぐらいを閉めてね、洋服ダンス、整理ダンスが置いてあったんです。クローゼットの中に整理ダンスを入れちゃおうと思って、クローゼット開けて整理ダンス開けてって2アクションじゃないですか。でもね1アクションでやらないとめんどくさくなっちゃう。だからね、クローゼットのドアを整理ダンスの後ろに入れ込んじゃって、2枚あるんだけど2枚重ねて入れ込んじゃって、そうするとここの窓も潰れないから、それで整理ダンスをググッと後ろに置きましたね。そんなのね、何が偉いって。だからここにはもう1個入れるんだった。それでね、ズボンとか、あとね、私あれが多い、こういうつなぎ、仕事なんか作業系の仕事するにはつなぎはすごくいいですね。なぜかワーキングウェアなんでしょうね。それでね、なんか知らないけどね、ちっちゃな布の一人掛けソファーみたいなのがデンと置いてあったので、それを整理ダンスの横に置いて、でその上にね、なんかカーペットだとかいっぱいあったの。なんか使わないやつで、捨てりゃいいんだけどいつ使うかわかんないしってね、そういうのが整理整頓できない理由ですよね。でもね、せめてものなんていうのかな、罪悪感を減らすためにきれいに畳んで、カーペットの幅をね、その一人掛けソファーの幅にきっちりしてこう積んでって、でごちゃごちゃしたものを全部きれいにしました。もう部屋には、マットレスと、マットレスだけになった。マットレスと、あとばあちゃんの荷物が入ってた薄い本棚で、そこにばあちゃんの本とかね、ラジオ深夜便のね定期購読をしているので、それが毎月来るので、それが溜まってた。でそれはねもう捨てちゃってもいいよって言ってたんだけど、とりあえず段ボールにします。それでおばあちゃんのね記念のなんかお手紙とかデイサービスで作った作品とか、そういうのはねなんかもう忘れちゃってるだろうけど、捨てることもないなと思って、大事に箱にまとめて、ちっちゃな箱ですけど、なんか宝箱みたいな感じにしてね。でもう一つのクローゼット2個あるんだけど、もう一つのクローゼットの上の棚に乗っけときました。開けることないだろうなと思うんだけど、孫からもらって手紙、私どうしたかしらなんてね急に思い出すかもしれないので取っときました。
もうね、なんか見える収納にしないと、あれがないこれがないってね、すごくね、自分の服だって管理できないのに、なぜ人の部屋の掃除をしたがるか。もうね、マウント取り合戦だったんですよ、うちは昔から。もううちの母さんがね、特大のマウント一番上で、それに私が一番抗ってで、姉とか妹は、姉はちょっと早くになんていうのかな、下宿で遠くの学校行ったんで、18かな、18からはもう外だし、で妹なんかもね、私が強烈に反抗してたっていう印象があるみたい。その一番ね、反抗してた私が母と住んでいるという、ね、でもね、うちのお母さんはね、好きあらばね、やっぱりマウントを取りたいんですね。すごくいいおばあちゃんっぽい顔してるけど、で私もいい娘っぽい顔をしてるけど、ところがどこか全くいろいろね、勝手なことやられると畜生と思うし、ね、それでもちゃんと優しく声掛けしてね、コーヒー飲むなんつって、人生なんてそんなもんです。とね、お化粧直しをしました。アイビーが多すぎるかな。アイビーなんてね、チラッと出てるだけで。でもね、うちの母はね、場所動いたから毎日毎日模様替えしてます。納得のいくように。たった2畳のね、小上がり。なんかね、時ね、畳の方にベッドから布団を持ってきちゃって、で畳の上に布団引いて寝てたの。それでこのベッドがいらないねとか言って、このベッドをねどかしてくれって言ってきた。それでちょっとね、私はちょっと絶望的な気持ちになっちゃったんだけど、このベッドはね動かないからね、もうはめ殺しだからね動かないのよって言ったら、なんかその畳もね、美しい畳を入れたので、そこに万年床みたいにお布団引いちゃって、そこで布団畳みもしないでね過ごすのは居心地はいいんだけども、ちょっとだらしないなって自分でも思ったらしくてね、数日でベッドの上に布団が戻りました。もうよかった。ほらいいじゃんね、うまくいきました。これはよく咲くスミレなので、その若い苗を植えてます。なのでね、これから良くなりますよ。ね、上出来。アイビーの長さもいい感じですね。よくできました。続けて白で作ります。真っ白のビオラ。冬はちょっと寒く見えるかな。アイビーもちょこちょこ入れちゃう。こういうのが枯れてる。これが枯れてる。これ咲いてる咲いてる。これもダメ。こういうね、枯れたお花を取る、そういう園芸作業をぼんやりこういろんなのね、いろんなお花を取ってるって、なんかすごくね、なんていうのかな、リフレッシュするっていうのかな。なんか私は好きですね。ただ取るだけ。だからね、何にも考えずにやることが結構好き。うちはね、材料費安いのでね、秘密があって、土を振るってるんですよね。こうやってジャッジャッジャってこっちにこうやってね、投げちゃう土とかいっぱいあるんで、これをね、そのまんまにしておくと、もうほんと処理しきれないほど溜まっちゃう。なのでコンポストとかに入れてね、再利用してます。それでできた土をね振るんですよ。でね、やっぱり振るわないと、みじんとかがねいっぱいあると水はけが悪い土になるので、粗い目のふるいと、あと細かい目のふるいで同じ土をね2回振るんですよ。でそこそこね時間がかかってね、なんとなく1日に2時間ぐらい土振るっていうような気がするの。
でもね、それはやりながらぼーっとなんか考え事したりね、今日の晩ご飯は何にしようかなとかね、これから何しようかなとかね、あそこトイレは色塗りたいけどとかね、壁紙を貼り直すかペンキ塗っちゃうかとかね。でもほら、ちょっとめんどくさがってペンキでおしまいにしちゃったら、その後ね、もう30年ぐらい何にもしないだろうから、今ちゃんとやった方がいいから壁紙貼るかなとかね、ぼんやり考えてるんですよ。でそういうのを考えながらいる時間がね、割と好き。2時間もとか言われるんだけど、だからね、なんていうのかな、昔は秋っぽかったで、最後まできっちりやるっていうようなことがね、苦手だった。で母はすごいきっちりしてた。不言実行っていうのかな。今有言実行っていうのが本当の言葉って思ってる人が多いと思うけど、昔はね、有言実行なんていうことはね、誰一人言わなかった。不言実行って言ってたんですよ。ものを言わないけどもやるって。それでそのうちね、何かこう宣言して、俺は何々するぞなんつって言う人が増えてきて、それでそういうのもね、最初はなんかビッグマウスだとか言ってね、あいつはビッグマウスだなんつってあんまりよく思われないことだったんだけど、今この人はね、有言実行の人ですからねとか言ってね、結構良い意味で使われますよね。でうちの母はね、不言実行型の人だから、何やるとか言わないんだけども、やり始めたら結構きっちりと最後までやる。だからね、編み物なんかすごい得意。昔いっぱい毛糸の編み物、毛糸の編み物ってね、綿の糸でも編んでたから、毛糸のね、セーターとかいっぱい作ってもらった。子供の時はね、なんか手作りのモチーフのスカートとかね、作ってくれたんだけど、私はそれがなんか嫌いでねっていう話を前にしたことあるんだけど、でもさすがにね、手編みのセーターはありがたかった。これ作ってとか言ってね、なんかからし色のね、手編みの縄みたいな模様が入った上下スカート付きのね、セットアップみたいの作ってもらってね、着てましたね。道具はまだあるんだけども、もう全然編み棒を持つ気配はないですね。もう本当に最後の最後までまだ東京にいた頃はね、かぎ針編みでね、ハリネズミとか作ってた。かわいいの。私は編み物は苦手でね、セーターとか作ったことあるんだけど、形作るまでに相当飽きちゃって、編み目のゲージっていうのかな、緩いとかきついとかね、そういう編み方によってちょっとね、同じ段で編んでもこっちの袖はきつめに編んで、こっちの袖は緩めに編んだりするとね、なんか寸法がね、うまくいかない。それでね、途中でやめちゃって、彼氏にあげるだとかなんだとかって言ってね、やり始めて途中でやめちゃって、そんで母がね、袖、前身頃、後ろ身頃、袖みたいにして出来上がってるのね、母がね、こうセーターにしてくれてました。そんで太さとかね、ゲージが違ってこうバランス悪くなっちゃったのなんかね、ほどいて編み直したりなんかしてましたね、私が作ったやつは。もうその頃には私はもう興味なくなっちゃってね、どうぞご勝手にみたいな。もうほんと子供ってわがままですよね、今から考えると。うちの子もそうだけど、それでもなんかね、危機としてっていうかね、ある程度成長を楽しみにみたいなとこもあるしね。あとはもう一発の口聞くようになってくるとね、こう私なんかもうすぐ60なんだけど、老いては子に従いじゃないけどね、そういう風になっていくのを、ね、恐れてますね。まだ末っ子とかには従いたくない。さてこれで出来上がったんだけど、アイビーの処理をします。長すぎるアイビーは切る。
ラウンド型にしてこう飛び出してるアイビーは切っちゃって、でこうちらほらとこうカラーリーフ的に見えるだけにするっていうのもこうアイビーの使い方ですね。変に長いよりね、短いのがちょいちょいちょいっと出てる、色が見えてるっていうぐらいの方がいいんじゃないかと私はこの頃発見したんです。長いアイビーの方がいいかっていうとね、長いアイビーは切れば短くなるので、確かに長いアイビーの方がいいです。どこでも切れるから。でもアイビーって切るとね、確かにここに切り口になっちゃうんですよ。それで切らないで本当の先端はこういう感じで、切るとこういう感じになっちゃう。切りましたよ。でこれが成長して伸びましたよっていうね、違うでしょ、ちょっと。だから長いの切ったんだなっていうのに分かるけど、でもまあそんなにね気になるほどでもない。ビオラをねちょっと広げてそれで下の器が見えないように、そしてなんか植えたて感をなくすのね、こんな感じね。これならね、今作りましたっていう感じしないでしょ。これでビオラが11株、アイビーはまあほぐして使ってるから2ポットぐらい使ってますね。でビオラの高さと同じ高さぐらいに切っちゃいました。なのでちらほらこうやってねグリーンが見える、グリーンっていうか斑入りのねアイビーとかが見えてる。これで出来上がりです。これもね上出来、割と簡単ですから真似してみてください。単色で植える。で植えたら株をちょっとね開いてなじませる。でアイビー入れたらあんまり長くして使わない、短めに切っちゃう。それでこんな感じになります。自分で作れる人はやってみてください。今日は11月4日祝日です。でこれはビオラのスイートハート、埼玉県の村上さんが作ったものです。ピンクね。で今日はビオラをいっぱい買ってきたので、ハンギング作り、ネット販売用のハンギングを作っていきたいと思います。単色でビオラを11個入れて、そしてちょっとアイビーとかを入れるくらいの簡単なねハンギングです。でこれはヤフオクで1つ2000円で販売してます。だからねあんまり高いものは使えない。これで器の準備は完了。新品です。でこれね今日仕入れてきたビオラ、今まで淡い色で白とかブルー系が多かったので違う色をと思って買ってきました。ね、一番下まで入れます。もう単色のねハンギングはねもうね園芸作業みたいなもんですね。お花のお仕事しますよって感じ。これがスリットに一つずつ入れた形です。こう V の字になってます。でこの V の字から上をこんもりとみすぼらしくないようにねビオラで埋めていきます。これでちょっとお高いハンギングを作る場合はこういうところにね葉っぱを入れたりいろいろ工夫していけば可愛いのいくらでも作れます。ね、土はこんな感じで落としてます。根っこは切らないよ。
でこれで真ん中の3本のスリットには2個ずつ、両脇に1個ずつだから2、4、6、8個植えました。そうするとこんな感じね。背中も開いてる。であとはトップを植えるので少しこうへこんでた方がいい。ちょっと前からね手袋をニトリルに変えたんだけど、ニトリルいいです。破けない。一時ものすごく値段が上がってね、コロナの頃こういう衛生的なね、お医者さんが使ったりするようなものがものすごく手に入りにくかったんですよね。それで値段も上がっちゃった。で少し落ち着いてきました。ワークマンに行ってね、ヤッケを買った時かな、あったのでこれも買いました。でてっぺん植えていきます。ここのね境目がパッカーンと口開いちゃうのがかっこ悪いので、こっち側から見ながら植えると若干それがないです。でもね、ここがパッカンと口開いちゃってかっこ悪いなって思うのも、最初だけですね。そのうち育ってくるので、あんまり実は気にすることないような気がする。これで11個使ってる。で24入りだから12個植えちゃいます。ケース半分使うってことね。それはね花屋の都合ですから、別に12個使わなくてもいいです。私はね11個で大丈夫だと思う。でちょっとねやっぱり心配だから全然 OK。 今私が一人で確認しました。出来上がりはお見せします。これはアイビーも入れてない、なんだっけ、品種名スイートハート、ビオラのスイートハートのハンギングバスケット。もう全然このまんまで OK ですね。アイビーも入れてない。これねちょっとお直ししようか。真面目にお直ししました。全然変わらんと思いますか？まあいいやな。どんどん咲いてきます、ね、これで、これピンクっていうのかな、エンジだよね。こんな色昔私が高校生の時のねジャージがこの色だった。赤ジャージ思い出した。続いてこれはね、なんだろうな、モルフォなんだけどビオラだね。よく咲くスミレかなと思ったらビオラのモルフォ。これも埼玉県の村上雄一さん。このモルフォも単色でハンギングにしていきますね。1ケース半分ハンギングに使って半分店頭販売って良くないですか？11月なのにね、まだ蚊がいるの。蚊取り線香つけたんだけど消えちゃった。つけときます。この長持ち蚊取り線香、今年2つ買ってね、で1つは外に置いてて、でも全然使い切ってないですね。でこれ最初にね筋ちゃんと通しといて、で軍手ならいいけどね、ビニールの手袋してる時にはこのベタベタが手袋につかないように。じゃあこれでモルフォーのハンギング作っていきます。なんとなく若干伸びてる気がするんだけど、さっきのよりちょっと伸びてる気がするんだけど、そういうのって正しいよね。ちょっと伸びてるので作るとボリュームがあるのが作れると言えば聞こえがいいが、このモルフはねちょっと失敗だったかな。ちゃんとなんか株を選びながら植えないと。さっきのなんだっけ、スイートハートだっけ、ピンクのやつは全然端から順番に使っちゃって構わなかった。これはね見ながら植えないと。何を見るかっていうと、フラフラしてないかとか伸びすぎてないかとか、
ちっちゃすぎてないかと。次はセンターなので、一番ボリューミーな感じで、ほら2個目センターで入れてもちょっと下がっちゃう。パンジービオラも今日はもうほんと値段がね大変差がありました。高いのと安いので、これはね安い方で、高いやつはポットで店頭販売で160円とかっていう感じの値段でした。競りで買うでしょ。そうするとその競りの値段に消費税がつくの。それで消費税付きの値段で請求されるでしょ。で店頭で売る時も消費税をつけるじゃないですか。だから消費税どんだけ何十ドルでこう払いこうものができてね、買う人のところに行くのかなって思っちゃう。なんか問屋から買う時とかはさ、市場から買う時とかね、そういうの消費税いらないんじゃないかと思うけど、だって結局ね何回もいろんな手数料とか税金とか払ってますよね。でうちもねヤフオクでストアにしてた時あったんだけど、ストアだとね手数料じゃなくて消費税がつくんです。ヤフオクで売ってる商品に。でオークションと消費税ってものすごく相性が悪いっていうか、だったらねショッピングで買うよってなっちゃうんですよね。ヤフオクって消費税つかないからいいみたいなところもあるので、それでね、じゃあそのストアのメリットって何って、昔はねストアだと写真が10枚載っけられて、個人だと3枚だったりとかね、そういうことがあったんですよ。でも今はもう誰でも10枚載せられるでしょ、写真でね。3枚しか載せられない時にね、こう結合ツールとかを使ってね写真をいっぱい載せてる人とかねいてね、どうやってやるんだろうってね思ってましたけど、実際写真10枚載せられるようになってね、ストアになった時喜んだんだけど、そのうちみんな10枚載せられるようになっちゃって、ストアだとね買った人のこのご意見が厳しいんですよ。プロとは思えないとかね、ストアの癖になってないとかね、もう本当日比谷花壇みたいなね大手お花屋さんと同じように、お店っていうだけでねクレームっていうのかな、個人がね育ててるお花が余ったから売ってるんですみたいなね、そういう人じゃないでしょあなたはっていうね、そういう厳しいのもあるし、消費税もつくし、でなんかねお店なのにこんなカルビーカッパエビセみたいなね段ボールに入れて送ってくるなんてとかね、書いてるんですよ。リサイクル段ボール使いますよって。でよくよく考えてね、そのストアのメリットって何って何にもないんですよ。ストアだからできることってニュースレターぐらいかな。でニュースレター結構楽しく書いてたんでちょっと残念だったんだけど、そういうね気質が私がこういうYouTube で発信するとかいうのになってんですよね。聞いてくれる人が何人とかね、そういうことじゃなくてこう発信するっていうことで満足してんだよねきっとね。もうほんとねうちにいたねその居候がよく言ってたんだけどね、何々のお母さんってこう名字でうちの息子の名前ね名字のお母さんなんですよ私は。でそれで名字を言うわけにいかないからね、うちから買えば名字一発なんだけどねお母さんはもう口から生まれたんじゃんとか言って、本
とよく喋るよねって、おしゃべりなんですね。そのうちにいた居候は次男の友達、同級生なんだけど、次男はね、口が重たい子でね、ほとんど喋らない。今でもあんまり喋る。家族飲みとかをやってね、久しぶりに家族で会ったんだけど、私、末っ子、長男、次男でカウンターで並んじゃったからね、私、末っ子、長男、次男だからね、次男と一番遠かった席が、それだからあんまり喋んなかった。もう今でもね、会わないから、たまには家族全員でね、会おうよって言って、家族飲みをね、末っ子の誕生会だったんだけど、末っ子がこの1年あまりにも運が悪かったから励まそうぜっていう感じでやったんだけども、末っ子は同居してるし、で長男は仕事も手伝ってくれるしね、よく会うんですよ。で次男は全然会わないので、やっぱりね、会いたいですね。会って話とかがしたい。一番手がかかった子でね、一番可愛がったかな。やっぱり一緒にいる時間が長いからね、バカな子ほど可愛いとか言うけど、ほんとね、ちゃんとやってるみたいだけど心配、ね、これはかけないで水ゴケ入れちゃった。もうね、動かさないからね、失敗してても。いいんじゃんね、悪くない。ということにしときましょう。これはね、モルフォっていうの。こういう色。なんかハリーポッターに出てくるような名前だよね。なんでハリーポッターって思った？ミステリアスなお花。これが花が上がってくればもっとかっこよくなるかもしれない。続いてね、これはプリン。これも埼玉の村上さん。このプリンはいい感じね。閉まってるし、分岐してるしね。ここ中心があって1,2,3,4個出てる。こういうのがハンギングにはしやすい。ハンギングとかリースね。これね、今日仕入れたんだけど、こんな感じなの。水がギリギリ生産者さんがね、市場に出す時には水が切れててもダメだし、びちょびちょでもダメ。水が切れちゃってしなしなになっちゃうと、もうほんと見られたもんじゃないって感じになっちゃうので、水はしっかりやるんだけど、このぐらいがねちょうどいい。だからセリはね、園芸ってこういう根っこがついてるやつ、切り花と園芸っていうんだけど、園芸は川越の市場はね、月曜と金曜だからね、月曜日曜の夕方とか、あと木曜の夕方とかに届けば一番新鮮ですよね、市場農場から。でもね、私用もないのに市場ほぼ行かないんだけど、たまに行くことがあってね、忘れちゃったから取りに行くとかで、競りが終わった直後の市場の倉庫内はガラーンとしてます。そこからぼちぼち荷が集まってきてね、だから日々回転するお仕事ですよね。これなんかはちょっと水切れっていうか乾燥してる。生き物の生産者って大変ですよね。お花
に限らず、まあ野菜とかもそうだろうけど、私なんかはズボラだから無理かな。でも生き物ね、ペットとかさ、そういうのじゃないだけ人道的というか、しょうがない死んじゃってもなんてね、花はねしょうがない枯れちゃってもっていうのあるんだけど、動物とかはねしょうがない死んじゃってもっていうわけにいかないからね。でもメダカは飼ってるんですよ、猫も。でお庭でねメダカ育てて、あわよくばこう花と一緒に売ろうかななんて思ったんだけど、まあねバッチリ真剣に育ててないからそんなに増えない。なので売るほどでもないので個人でめでています。可愛いんだよねメダカね。でねメダカ屋さんで買ったね、マリンブルーっていうね青い水色っぽいメダカがなんかね調子悪くてね1匹になっちゃったの。それでねもうメダカ屋さんにはなんか言えないしね、もう増やしますとか言って頑張ってたの。子供も生まれたんだけどなんか同じ色が出ないんだよね。他のペアで買って他の魚を品種とは混ぜてないんだけど、そのマリンブルーっぽくならない。なんでだろうね。それでね1匹になっちゃって、マリンブルー1匹だけで飼ってたんだけど、なんか1匹がすごく寂しそうでねかわいそうで、すっごい悩んだ末みゆきに混ぜちゃった。色が同じっぽいから、それで交雑してしまう。でもいいんで、そんな増えないだろうから、下手だから。でもみゆきとマリンブルーが混ざってもそんな悪くないね。プリンのハンギングができそう。これはそこそこ株が良かった。同じ全部村上さん。なんで同じ生産者から買うかっていうと、村上さんがいいから買うって言って決めてね買ってきたわけではないんですけども、1枚同じ色が入ってるやつをね出してるのがそもそも村上さん他数名って感じでね、なので村上さんのが多かったんだねきっとね。眠い。ばあちゃんとね同じフロアでね始めたらね、夜中ちょこちょこ起こされるんだよね。声かけてくるわけじゃないんだけど気配で起きちゃう。耳が悪いからテレビの音とかが大きいんだよね。でね寝てるの、グーグー絶対寝てると思うの。なんかちょっといびきかいたりしてるからね。いびきはいいんですよ、しょうがない、誰だってね。私もいびきかいてるとか言われたことある。ほんとね、自分のさなんていうの、自分でなんとかできないことってあるじゃない。いびきとかそういうの言ってくる人って私嫌だなと思って、また思い出した。合宿の時にさ、野球の合宿の時なんかいびきかいたらごめんねとかってね、みんなねそんなことを言うの。それでね、もちろん全然私もいびきかいたらごめんねとかって言ってね、そしたら次の日いびきかいてたよとか言われて、でもそれ私じゃないと思うんだよね。その時私は起きてたから。隣の人そんなことをねぐいぐい言う必要もないから黙ってたけど、そんなこと言って何が楽しいんだろう。なんか嫌だよね。まあいいの。そんでね、うちのばあちゃんがねいびきかいて寝てるから、こっそりとねカーテンだから仕切りがこっそりカーテン開けてテレビを消すわけ。そうするとね気がつくとまた起きてねテレビつけんの。今度ボリューム下げてみようかな。ボリューム下げると聞こえないのかなね。30年経つと私もああなるんだからね、よーく勉強しとかないと。なんか理論的に考えるとかいうことがね難しいんだなっていうのが分かった。デイサービスのね今日やった絵描いたやつとかね連絡袋に入ってるんですよ。それでね網だくじがあったので、網だくじをたどりましょうっていうのなんだけど、1から始まってこう来て上に戻っちゃってたりとかね、6個ぐらい全部網だくじ
それもね、なんて言うんだろう、ご丁寧にね、6本あるとするでしょ、網だくじが。そうすると6色の色鉛筆でこうたどってるわけだから、間違いがよくわかる。横棒をね飛ばしちゃったりとか、それは目がよく見えないのかなと思ったんだけど、上に行ったりとかね、なるほどと思っちゃった。こういうの全然もう分かんないんだ。だからね、うちの母はね、なんていうの、会話のキャッチボールができるの。だけど分かんなくて生返事してんなっていうのも分かる、こっちでね。あとね、分かってることでもすぐ忘れちゃう。そういう感じっていうのをちゃんとね覚えておきながら一緒に生活しないとね。これね、 S 字フックが家の中入んないと S 字フックがもうないかもしれないね。私がこうやって喋ってるとさ、なんとなくわかるでしょ。ちょっと少年野球嫌だったなっていうのとさ、おばあちゃんちょっと厄介だなっていうのとね、しょうがない、出てきちゃう、そういうのがね。なんかね、ほら、ちゃんとプリンのハンギングになってる。わー、かわいいね。この趣も何もないこの色見て、このシャッキーンと派手な黄色、かわいいよね。本当にかわいい。ありがたいことにね、ハンギングが全部売れたので、販売用のハンギングを作っていきます。高いやつじゃなくて簡単なやつ、単色のハンギングです。飽きたら寄せ植え作ったりとか、あとやりたくなったらちょっとかっこいいハンギング作ったりとか、あんまり飽きないようにね。今日の目標はハンギングをたくさん作ること。ヤフオクに出品しているんだけど、そこの私のヤフオクのブースにね、品物がなくなっちゃった。今ビカクシダ在庫処分の、寒くなっちゃうのでね、家の中に置けないので、観葉的なものをね売り払ってしまいたいので、ビカクシダを出してます。でね、そのビカクシダだけになっちゃったので、今朝寄せ植えを、昨日作った寄せ植えを6個出しました。で、今日それがね全部売れればまたビカクシダだけになっちゃうので、今日の夜または明日の朝出すハンギングを頑張って作ります。作ったばっかりのハンギングってね、あんまりこう出すのはどうかなと思うんだけど、でも作った時から可愛らしくっていう感じの作り方をしているので、結構普通に売れます。少し競り上がったりもします。基本的にね安いので、材料費だけな感じで作ってますので、よかったらヤフオクの方も見てもらったら嬉しいなと思います。なのでね、この間半分使って作った苗をもう半分も作って使い切っちゃおうと思ってます。これはね、プリン。これ村上さんの、苗ですけど、割と使いやすい。両端のスリットにはね2個しか入れないので、割とボリュームのあるのも入れちゃいます。苗1つで1スリット分ね、なんかカバーするっていう。センター、末っ子はね今日も休みです。なんと3連休。大丈夫なの？会社大丈夫？って言ったら、一緒に組んでる人と一緒に休むんですって。でその人が3連休取ったので、うちの子も休んだ。ペアを組んでるので相談しながら休むみたいで、うちの息子の用事の時は伝えて、で可能なら休むって感じね。でも彼女もいないし、
バイクもなくなっちゃったし、今息子は働くだけみたいな感じね。末っ子ね。なんか新しいバイク買ったりするのって言ったらね、もうバイク乗らねえとか言ってふてくされてました。まあ乗らないなら乗らないで、そのが安心。事故が怖いから。だってね、防波堤がまるでない捨て身で乗ってますもんね、バイクなんてね。まあヘルメットとかブーツとかね、そういうのはあるけど、なんか脊椎とか首とかやったら大変と思ってね、心配は心配なんです。健康でね、元気が取り柄っていうかね、それなくしてこう朗らかに生きていけそうにないタイプだから。プリンを11個入れました。アイビーを入れるか考え中。しばらく眺めたけどプリン11個でいいや。プリンのハンギングバスケット、ビオラです。ビオラプリンのハンギングバスケット、11個だけ入れてる一番簡単なハンギングです。これヤフオクで2000円。これから成長してきて花がもっとついてくるともっと可愛くなります。この可愛いお花、潔いぐらいね、なんかまあ可愛いね。続いてピンクのビオラ。これね、数えたら2、4、6や10個しかないので、葉ボタン、これね、葉ボタン入れていこうと思います。こういうね、種は取らないと咲かなくなっちゃいますから、花柄摘みっていうのは結構大事。お花をね、植えたところに行って水やりするだけでなく、花柄っていうのはこういうのが花柄です。花柄摘み。花柄摘みをしないでおくと、本来のね目的の種を作るっていうことにエネルギーを費やしますから、花の先が悪くなる。だから種になる前にね、これなんか種になってね、はぜちゃってる。花びらが取れると、ここにこれが種になりますね。こっちのが分かりやすいかな。これが種。ここになるまでにやっぱりこの株が頑張りますから、株が頑張る力はね、花を咲かせるところに集中してもらいたい。で、花をつけても花柄を取っちゃって種ができないと、この株がね、永遠にこう種を作ろうと思って花咲かせますから、花つきが良くなるんですね。で、肥料とかも入れるけど、基本ね、お日様によく当たってれば、水と太陽の光とね、それで結構育ちます。ビオラなんか花たくさん咲かせるから、薄めた液肥なんかをね、あげられればあげてあげてください。そんなにしょっちゅうやんなくても大丈夫で、葉ボタンっていうのはどこまで土に埋めても大丈夫。茎をこうやってやってもいいし、こうやってもいい。でも下のビオラが小さいので、ギリギリまでね埋め込んじゃいます。キャベツなんかも結構元気じゃないですか、こう切ってあるのに。だから葉ボタンもね、丈夫なんです。根っこがついてるんだからね、丈夫じゃないわけがない。
花キャベツとか言いましたよね、昔ね。これでてっぺんにも1個入れる、ね、あんまり、こんな感じかな。全く同じ色の花をね、単純に植えていくだけじゃない、たかがハボタンがね3株入るだけで少し頭使いますね、配置とか。これでいいはずね、かわいい。今日はねハンギングバスケットを7個梱包して発送するんですけどもね、これから集荷、大和の集荷です。なんかね、ここに穴があるんですけど、そこにインシュロックっていうの、ナイロンのギュッて引っ張って結束するやつ、それで段ボールにくっつけてます。ここで引っ掛けて吊るしてあるものだから、大概大丈夫なんだけど、重さのねバランスがあるんですよ。ちょっとねこっち側が重いとかで、箱のこっちにペタッとくっつけて発送するんだけど、こっちに転がっちゃったりとかねしやすい。だからすごく心配です。運んでる大和さんもね大丈夫だと思うんだけど、なんかトラブルあった時に、そのうちに集荷に来てる人が悪いわけじゃないじゃない。それでどこでどう壊れたのかっていうのは分かんないから、誰に文句を言うこともないんだけどもね、なんかこう夜中に仕分けとかしてる人たちが結構乱暴だったりすることもあるとかね。でもダメだね、そんなねこういうのが噂話になっちゃうとダメだよね。だからね、どこで誰がどうやってひっくり返したとかね分かんないからね、目の前でひっくり返しちゃったりしたらね。これね、ハンギングにハボタンっていうのはものすごく相性がいい。ただハボタンのサイズにもよるんだけど、これぐらいがギリギリかな。ここにねこういう大きいのをドカンと入れちゃうとね、存在感が大きすぎる。なのでこういうハボタン使えないこともないんだけど、使う時にはバランスをよく考えて、これはハボタンと赤いビオラのハンギングバスケット。続いて黄色とオレンジのビオラです。同系色ね。おっと、スポンジ貼る前に土入れてしまった。なんということでしょう。ぼんやりしてるよね。よろしくないね。皆さんはね、こんなことになったらね、開けて貼り直した方がいいです。鉢底と培養土が混ざっちゃうの嫌だから、ちょっといい加減なことしました。結構ね、私も忙しいんですよ。外でね、こういうお仕事したり、お家の中片付けたりで、発送したり出品したり、ご飯作ったり掃除したり洗濯物したり、いろいろやってんだけども、ばあちゃんと同じフロアに住むようになったでしょ。そうしたらね、予想してたんだけど、ばあちゃんうるさいの。独り言も多いし、テレビ見ながら独り言言うんだけどね。でテレビをつけた瞬間っていうのかな、10分20分ぐらいはそのテレビのことをねずっといろいろね、こんなちっちゃい子がとかね、いろいろ喋ってんですよ。でもそれは予想していたこと。うるさいだろうな。でもパワーがないから20分も喋ればね落ち着いて静かになるんです。でそういうことはありありだなと思ってたからいいんだけど、だからばあちゃんは部屋でテレビを見る。そしてラジオもつける。音声多重で聞いてます。聞いてんだか聞いてないんだかそれは分かんないんだけど、で私も自分の部屋でテレビをつける。結構うるさいリビングです。それでね、私が仕事一段落して録画していたなんかのお笑いの番組見てたのね。それで手元でゲームとかしてたわけ、スマホで。
そしたらね、ばあちゃんがね出てきて、テレビがうるさいからボリュームをもうちょっと下げてちょうだいって言われたの。もう私びっくりしちゃった。ばあちゃん耳が悪いからさ、こっちの部屋のテレビの音なんか気になんないだろうなと勝手に思ってた。で、なんか言葉がはっきり聞き取れるってわけじゃないんだけど、雑音的な感じでね、耳に入るんだね、きっとね。でもってお笑い番組だったから、またくだらないテレビ見てってね。そんでチラッと眺めたら、テレビを見るともなく見て、携帯でゲームしている私を見てね、母がね、子供を叱るようにね、テレビの音がうるさいからボリューム下げてって言ってきた。いやいや、あんたのテレビこそうるさいよとかね、言いたいのは山々なんだけど、なんか喧嘩をしても仕方がないし、なんか言われたことに呆然としちゃってね、それでボリュームを下げてね、で呆然としてたんだけど、なんか少し腹が立ってきてね、それでお兄ちゃんの行きつけのこじんまりとした居酒屋なんだけど、そこに行ってドーンと構えたね、結構もう年配なんだけどママさんに愚痴ってきました。音がうるさいとかっていうのはさ、解決策がないんだよね。音を低くするっていうだけなので、私もテレビは見たいし、テレビっ子なのでね、テレビ見ながら仕事してんの。勉強じゃないんだからさ、単純作業の時はなんか音楽番組とかね、聞きながら見ながらお仕事をしたい。それだからもう2階でやるしかないなと思って、2階に早くテレビ見られるようにして、でテーブルは運んだしね、2階で仕事します。今後ちょっとめんどくさいけど、どこまでの仕事をね2階でやるか。これなんか株からニョキニョキ出てきてるからパッカン系かもしれない。パッカーンとね口開いて、これからね、こんなです。これからちょっとお化粧。もうね、子供がね40も50もなってんだからね、もうあなたはお母さんの仕事しなくていいから。それでね、例えば太りすぎだとかさ、服装のセンスがとかさ、その服はだらしないとかね、もうそんなのはね、もう言う時期ではない。私が太ろうがね痩せようがね、もう自己責任ですから。そんなこと言うとね、あなたのことを心配して言ってるのよとか言うけどね、喧嘩とかしていられるうちがまだ元気があるってことだ。オレンジと黄色、これちょっと1日置くかな。あんまりもっさりしてるから。でもし元気にならなかったらちょっと切り戻すかもしれない。切り戻して3週間ぐらい待った方がいいお花になるかもしれませんね。こんなですね。作りたてって感じしますよね。これは保留。作りたてで置いといたフリズルシズルのハンギングバスケットです。フリンジビオラですよね。このフリズルシズルっていうのが絶妙に寂しげなんだけど、結構咲いてきましたね。これ売っちゃうか。でもね、もう一回ちょっとこういうところで切りたくなっちゃうの。こういうところで伸びてるでしょ。どうしようかな。切るかな。ね、こ切っちゃえ。これもだよね。これも切っちゃえ。そうするとね、こういうのが現れる。見て、これも長い。じゃあこっちの方は脇だからいい。これはじゃあ、これも奇妙に長いでしょ。これも切っちゃえ。ほら、また丸坊主。これ株を育てる時には花取っちゃった方がいいのね。かわいそうだけど、つぼみなんかも取っといた方がね、こうやって何回か切り戻してね、せっかく売ろうかなって思ったところまた切っちゃった。切り始めるとね、納得がいく形になってもらいたいんだよね。これこの間切ったところね、ここで切ったの。そうすると脇芽とかこういうところに新芽が出てきたりとかしてね、ボリュームが増すんですね。これまた要観察ですね。もうちょっと待ちます。続いて純白です。白いビオラのハンギングバスケット。これは普通にぼんやり作れる単色だ。
さて白いビオラのハンギング、やっぱりねこういう苗ね仕入れるのもね大事なんですよね。これモルフォなんだけど同じ村上さんのなんだけど、こっちはちょっとねクラクラしてる。こっちのがいいね。なんかさ、私もね文句言われてクイッと外に出ちゃったんだけど、ね、どこ行くとも言わずに、そういうのもまあ考えたらちょっと卑怯だよね。もしかしたら心配してるかもしれない。大人げない。まあ末っ子もいたからね、まあいても見に来たりしないから役には立たないけど。でここに4つあるから4つ入れちゃいます。ヤフオクの出品の題名にねビオラのハンギングバスケット、それで商品説明のところにねビオラの苗11個とかね書くんだけど、これは12個ね。でそんなのね11個入れたか12個入れたかとかね忘れちゃうのね。で写真になってるとちゃんと数えにくい。何しろね綺麗にこうなんか編み込んじゃうから。だからね解決策としてはね数を書かないっていうのどうですか。白いビオラのハンギングバスケットだからね、6寸の寄せ植えとか7寸の寄せ植えとかもねちょっとたまに間違えたりする。直径33センチとか言ってね。でもまあサイズは大事なんだけどね。これでいいでしょう。これで何個作ったろう。123、4つ。4つで1個は保留だから3つ出せるね。3が6000円。あんまりねお金使わないからまあいいんだけど、でもまあ仕入れ価格もあるからね。23が6000円、もうちょいかな。しかも全部売れるとは限らない。よいしょ。ちょっとパッカンしちゃったな。広げても収まりきらないパッカンかとした向きでね。でも可愛いよね。どうですか。ここが気に入らないの。気に入らないって言うと気になって見ちゃうでしょ。まあこんな感じ。真っ白だからね、この真っ白がその売りっていうかね、すごいアピールポイントにならないんですよね。白はなかなか一番最初に売れはしない。全部売れたけどちょっと残ったりするのでね、こういうお花こそなんかもうねパッカンなしでちゃんと作れればよかったんだけど、まあしょうがない。なんていうのかな、茂ってくれば気にならなくなります。もう一個作ります。またやった。どんだけ焦って。これはよく咲くスミレなんです。ものすごくいいお花です。花数がねどんどん上がってきます。名前の通りよく咲くスミレ。なんでこんな焦ってるかっていうと、なんとなくね雨が降りそうで嫌なのと、お腹が空いてきて、でお腹が空いたって言って家に入っちゃうともう出てこないから、外でねできるだけ作っちゃおうと思って焦ってるわけです。でも焦ってやるとねいいことないからね。前回の仕入れの時にね様子を見て単色のビオラをいくつか買ってきたんだけど、もうちょっと買ってきてもいい感じ。なんか外でこういう寄せ植えを作ったりっていうのは、12月1月2月もやるんだけれども、そういう時期はね寒いですよね。で足が冷えたりとかねしながら我慢してやるんだけど、我慢しないでできる時にいっぱい作ってね働いた方がいい。もうあんまり寒いとね、暑いともそうなんだけど、もういいや今日はってねなっちゃうから。さあどれが一番花ついてる。朝何食べたんだろう。なんかクリームシチューご飯がけみたいなやつ。なんか鶏肉と
玉ねぎぐらいでね作るご飯なんとかご飯オンとかいうねルーを買ってきたのね前に。それで、クリームシチューみたいなもんなんだけど、クリームシチューをご飯の上にかけて食べるやつ、カレーみたいで、それを作ってねばあちゃんに出して私も食べたんだ。ご飯炊いてね、なんか普通にご飯炊いて、でもうそろそろね炊けてるかなと思って見に行ったらね、あと40分とかなってんので、なんじゃそりゃと思って40分前ぐらいにねスイッチをしてなんでと思ったら設定が玄米だった。なんで玄米で設定したんだろう。普通にポンと押しただけなの。それでねと思ってね、だって普通のお米だから、普通のうるち米だからどうすんのよと思ってね、蓋開けてみたらいい感じにもう炊けてたからスイッチ切っちゃった。普通にでも美味しかった。大丈夫だった。玄米コースでずっと最後まで行って2時間ぐらい炊いたらどうなっちゃったんだろうね。なんでそういう失敗をしたんだかわからない。老化でしょうか。なんかね、ハンギングを5個も作ると集中力がなくなってくるってことが分かりましたね。もうやめよう。このモルフォとあとランダム上を作ろうかなと思ったんだけど、もうやめた。寒いし、ロンティー1枚だと寒い。出来上がり。これがよく咲くスミレソーダかな。これ花が落ちてる。こういう色ですね。なんかこれはまだ株が若いので、こういうねいっぱい見えちゃってるけど、こういう株で作ったんだから仕方がないね。これを出すか出さぬかって感じです。少し置けば綺麗になる。少し置くかね。前回作ったビオラの黄色いハンギングは、苗がねちょっと大きかったので、伸びすぎでね結局様子見たんですけども、切り戻して坊主にしちゃいました。なので黄色いハンギング、再チャレンジです。坊主にしちゃったのもね、花が上がってくれば販売します。少し時間はかかりますけれども、それだけ花数も上がりますから、切ったところからね3倍ぐらいになって花が咲きますから、悪いことではないんですけれども、作ってすぐ売りたいっていう時にはちょっとね時間がかかってまだるこしいなっていうのはあります。かける場所もねそんなにないので、作ってすぐ売れちゃった方が私はありがたいんですけども、あんまりね伸びすぎちゃってボーボーしてて可愛くないのを売ってもしょうがないので、少し待ってみます。ただね、夏のハンギングペチュニアなんかでそういう風に作ると厚さで溶けちゃうこともあるので、それと比べればね冬のハンギングは悪くなりませんので、無駄にはなりませんね。今日はね土曜日で母はデイサービス、そして息子は3連休が明けてようやく仕事に行って、家に私一人だけなんですけど、すごいせいせいしますね。誰かいるとやっぱりねちょっとなんか鬱陶しい。だからね、全く年がら年中誰もいないと寂しいかもしれないけど、年がら年中いるっていうのもね、なんていうかな、一人の時間を楽しむっていうことは大事だなと思いましたね。これが息子がねとうとう一人暮らしを始めて、母と2人だけになっちゃうとなんか寂しいなとか思って SOS を出すかもしれないんだけど、難しいもんですね。黄色は黄色なんですけれども、こういう薄いソフトな黄色とはっきりした黄色と、あとねオレンジは黄色じゃないね。ちょっと大きいんだよね。今日土曜日でしょ。昨日仕入れに行ったら高かった。お花がね、今ガーデニングシーズンなので寒くなる前に植えちゃいたいっていうね、外でやってて気持ちのいい季節なので、夏のねお花を抜いちゃって、で秋のお花を植えたいっていう、ハイシーズンなんですよね。それだからね何でも高い。ほんとびっくりしちゃう。こんなものも
こんな値段っていうね、君はブランドビオラちゃんなのかいっていうぐらいね、なんでも高かった。で園芸関係にしても園芸って鉢付きのお花ね、そういうのはシクラメンとかが出てくるね。そうすると寒くなってくるので、そうすると苗があんまり売れなくなる。みんなね大きなシクラメンとかを買うようになるんだけど、今ね買うものがないっていうのもあって、みんなこう花苗を仕入れるんですよね。だから絶妙に今の時期は高い。寒くなってくると安くなってくる。あんまり寒くなってくるとね、外で水仕事になっちゃうからやりたくないなっていう感じで安くもなるんだけど、私は真冬でも作りますから、そういう安い時にまたね安い苗を仕入れて、安くてもねいいの出てきますから、で作っていきたいなと思います。切り花なんかもね高いんですよ。買う仕入れ、本当に1回の仕入れでね10万15万払ってく人いますからね。そんなの到底もうじゃないけど、うちは無理だから。切り花なんていうのは100本単位とか50本30本、バラなんかは15本とかでね売ってる時もあるけど、それでも、売り値を考えてもらえばね分かると思うんですけど、結構高いんですよ。なのでね私はとてもじゃないけど切り花の仕事はできない。で花屋さんね、切り花の方が儲かんだよって言われるんだけど、私は無理だな。花束とかもね、束とかにして儲けるっていうんだけども、私が学校関係とか PTA 関係で花束引き受ける時なんかは、値段なんかもお友達価格でやっちゃうからいけないのかもしれないけど、全然儲からないですよ。花束をね先生とかに渡すので11個くださいとか言われるとね、本当に参ってしまう。束ってね10個なんですよ。基本10単位でいくから、11だとね11本欲しかったら20本買わなくちゃいけない。だから20本とか30本とかを買って、でもね同じ数同じ内容で作りたいなって、色とかも同じにしてとか思うとね、本当になんかロスも出ないようにとか思うんだけど、結局なんかね余ったのをデイサービスにね飾ってくださいなんつって差し上げたりとかしちゃうので儲からない。切り花買うのは楽しいですけどね。で切り花を扱っている、普段から扱っているお店だったらね、他のもので売ったりもできるだろうけど、うちはもう花束用にしか仕入れないので、本当ねこの頃は子どもたちも大きくなったので、幼稚園の PTA とか小学校の PTA とか中学校の PTA から頼まれることもなくなったし、もうねお友達とかの義理もなくなってるので、引き継いでここでお願いし頼んだっていうのを資料を見て、で頼んできたりとかもするんだけど、今ね申し訳ないんだけどお断りして対してね、慣れてないからセンスも良くないし。これが黄色いビオラの、ハンギングバスケット。まだねこういうところが見えちゃうっていうのは株が小さいからだからね、本当にいいサイズ感で買ってくるのものすごく難しいですね。これどうしよう。このままにしといて、またちょっと 2,3 日置きます。これは黒田さんのパンジー。黒田さんのね苗はすごく人気があって、で買えないんですけども、なんかね昨日の仕入れね全部高かったので、どうせ高いの買うんだったらねいいやつが欲しいなと思って黒田さんのパンジー買ってきました。ほらこんな色です。ピンクフレアっていう種類みたいです。昔はねこういう1枚同じ色なんていうのはいろんな色欲しいからね、1列ずつねして4個ずつ四六24で 6色入れてくれよって思ってたんだけど、このぐらいハンギングとか使うのでね、こういう同じ色の
1枚っていうのもよく買います。でこういうの買う時には気に入った色で、同じ色のを1枚買う理由はやっぱりね、生産者が同じで同じ苗床でね作ってあるので、株の育ち具合が一緒なんですよね。だから寄せ植えっていうよりハンギングにはとってもいいと思います。いろんな生産者の苗を集めてきて、色とりどりの作ったりすることもあるんですけど、例えば黄色系のお花を集めてくると、白系のを集めてくる、青系のを集めてくる。そうするとね、高さとか咲き具合のバランスがあんまり統一されないのでね、やっぱりこうやって1枚同じだとありがたいです。じゃあ作っていきます。こんな感じの株で、根っこもいい。なんか傷んでるところを取るなんていうこともないぐらい。黒田さんってどんな人なんだろうね。これで5個入りました。センター花いっぱいついてるのと思ったんだけど、結構みんないっぱいついてる。もういつも通りの数入れると多いんじゃないっていうぐらい。ここの両脇のスリットは小ぶりにします。そうでもしないと収まらない。みんな苗がいいと。ほら、ご立派。てっぺんに植えるのもね、ボリュームあるから安心。24個で作るから、上は4つ植えようかなと思ったけど、こんだけボリュームあったら3つで十分だね。すごい。ほら、パッカンもしない。もうね、表返して見ないでもちゃんとできてるってわかる。11月ですよ、もう11月の12かな。すっごいいい陽気。ほら、かわいい。パンジーね。パンジーの見本花がこんなにいっぱいついてる苗なかなかないです。黒田さんいい苗作るからね。ほら、こんなかわいい。もうこれはね、苗の勝利って感じですね。出来上がり。続いてね、これもね黒田さんです。黒田さんのライトブルーパンジービオラのこういう水色系ってあんまりないんですよね。青系統だと紫とかね、こんなのとかで、ここまではっきりした水色ってあんまりないので、かえってっていうかね、可愛いと思います。目を引くんじゃないかな。さっきのピンクもどえらい可愛いけどね。これで作っていきます。これはね、見本花が1輪ぐらいなので気をつけながらって何に気をつけるかっていうと、この大事な見本花の向きです、ね、1個しかないので、ね、ここに見本花、ここにつぼみがあるから、こっちにもいずれ咲いてくるんですけどね、こういうとこにもある。だけど今作ってる時に可愛いように見本花をね上向きに植えます。でこういうのこれから咲くんだけど、こういうのねちょっと持ち上げてあげるといいの。ビオラなんかのもそうですけど、こう中に入ってるのちょっと持ち上げて、そうすると綺麗に咲きます。埋もれてても咲かないわけではないけれども、中の方でひっそり咲いちゃうので、埋もれてるやつはねちょっと上向けて、それだけでね随分華やかになります。特にビオラなんかセンターはね、こうやってつぼみがあって2個、これも2個あるんだけど株がちょっと小さい。これかな。でこことここにもう1個ずつ小ぶりちゃん。ハンギングでね同じ種類の苗を11個買って、こういう風に作る時には2個ぐらいかな、2個ぐらい小ぶりなのを買った方がいいかも。基本的にはもりもり花がついてるやつを買った方がいい。ただ伸びすぎはダメですよ。なんかね、ホームセンターみたいにいっぱい苗を売ってるところだったら
買う人がね選んでいいやつ買った方がいいですね。手前から順に12個欲しいから手前から12個じゃなくてね、じっくり選んでお金出して買うんですから。売ってる店からすると嫌かもしれないけど、で上はねもりもり、上はもりもりを3つ、もりもりね4つ候補。見本花1つだから寂しいかなと思ったけれども、全然寂しくない。このパンジーねすごく顔が大きいので寂しくないですね。ほんとね、株の勝利って感じ。今年はね山下フラワーズのシエルブリアだとかね、そういうブランドビオラとかっていうのが仕入れられないかもしれない。今川越の市場に行ってるんですけど、去年までいたね営業の人がいなくなっちゃった。でとてもいい苗を仕入れてくれたんだけどいなくなってしまった。売り上げが悪かったのかな、我々がなんかケチって買うか。できるだけねいい苗を仕入れたいとは思うんですけど、なんかね同じお花屋さんでもね、その川越の市場に来てるお花屋さんでも鴻巣とかね、どこだっけ、大田市場っていうのかな、なんかいくつかね東京の方にもあるし鴻巣にもあるしっていろんなところ行ってる人がいて、よその市場違うよとかって言うんだけど、お花の市場に出入りするにはね、とにかく保証金とかね、そうお金が必要なので、それで遠いところまで行くのも大変だし、私は川越だけで骨をうずめるつもりなんですけどね。井の中の蛙、大海を知ら世間を知らないとね。ほらかわいいね、いいでしょう。素敵なブルー、バッチリですね。これも黒田さんのパンチ。続いてブルー系の、ハンギングバスケットを作ります。これはね宅急便でね失敗しちゃって返品になっちゃったものの代わりを作るんですけども、同じお花がないのね。なのでどうしますかって言ったらお任せでいいと言っていただいたのでね、ブルー系だったのでブルーのパンビオを集めてきました。これなんかはねちょっとブランドなの。石田園芸さんのいいビオラ、いいパンジーです。それをちょっと忍ばせてね、お詫びの意味を込めて、今日の集荷には間に合わない。今大和来ちゃったの代品の時にはね、これは代品ですってちゃんと大きく書いてある。2回目もね、なんかお届けに不備があったらもうね嫌じゃないですか。信用もなくすし、なんかね同じ人のところに何回も変な風に届くことがあるんですよね。なんかねそこの配達の人が乱暴なのかしらとかね思っちゃう。だって全然ねそんなに多発しないんですよ。そんな横倒し事故とかね。だからなんかねちょっと考えちゃう。うちはもう何年もねヤマト使っているので、なんかそれでなのかわかんないけど安いんですよね。安く運んでくれてるのにクレームは私は言わないけど、返品されて倒しちゃって事故でっていう時にはヤマトに保証がついてますから弁償してもらえるんだけど、例えばこのハンギング2000円でね売ってるんだけども、安く運んでもらってるのに2000円の弁償気の毒なので、じゃあ品物戻してもらって傷んでる部分の材料費だけでいいですよって言ってる。で今回は500円。まあねこの器は使えるし、寄せ植えなんかは結局崩しちゃってね再利用なんかはしないんですけれども、まあ気持ちの問題ですね。何入れる？こういういろんな色入れるときにはねバランス見ながら、でもまあ頑張ってできるだけね可愛く作りますって言ってるんだけど、
自分がこれ買うって言って買ったものではなくって私のチョイスで送るわけだから、趣味じゃなかったとかね、ちょっとね、思ってたのと違うってなることもね必ずあるわけだからね、心を込めては作りますけど、こういうのはちょっと心配ですよね。もうほんとね、ヤフオクに出して代品どれがいいですかって言って、でこれがいいですって言われたら、その連絡もらった時点で取り下げてそれを送るっていうやり方もありますよね。ただそんなにいっぱい準備できないから7個ぐらい出してね、この中のいいのを選んでくださいならいいけど、2、3個出してこの中からいいの選んでくださいじゃね、どっちにしてもね、ちゃんと届くのが一番。さあ、てっぺんにはやっぱりこの子入れます。このビオラは単純ポットだからポットがちょっと小さいの。でいいかな。サービスが効いてる。出来上がりこんな感じ。ブルー系です。この子なんかがちょっと下向いてるから、これ明日まで引っ掛けといて養生して様子を見て発送します。いろんなブルーを入れます。今日はね11月15日の金曜日、仕入れてきたものでハンギングを作ります。ハンギング寄せ植えで作れればいいかなと思うんですけど、暗くなるできたらもうおしまいね。暗くなってきたらおしまいにします。これはねオレンジです。もう見ての通りオレンジ。黒田さんのねパンジーオレンジ 3.5 号入り、こんなです。綺麗ですね、明るくて。この黒田さんのパンジーはねすごく顔が大きくってハンギングにしてももうそのまんま可愛いので、他にいろいろ入れないで単純なオレンジのパンジーのハンギングを作ります。こういう下がってるのはピョッと上げてあげるだけで顔が出てきます。こうね細くしてスッと入れる。この下にも入れるようにしてね、センターの隣はちょっと浮かしてるので、この下にも土が入るようにしてください。サイドは1個ちょっと細くし、そしてちょっと手前に抜ける。でセンターはねたまたま順番に取ったらいいのが来た。でこのサイドはちょっと小さめ。大きい小さいもねほんの気持ちですから、どうしても小さいのがなければそんな気にすることはないね。ここ入っていきますよね、ちゃんと入れて。そして水苔でこっちから顔を見ながらてっぺんを植えます。ここの水苔が見えないようにちょうどいい感じのボリューミーな。それでねここまで全部植えることもできるんです。だけどあんまりね気にならないっていうか、ここに水苔を敷くでしょ。そうするとそこに水をあげられるんですよ。でハンギングもね乾きやすいので、植木鉢はそこにしか穴がないでしょ。だけどこれはこのスリットのところに5箇所切れ込みが入っているので蒸発しやすいんですよね、水分が。それでてっぺんも開いてるでしょ。だから水をこまめにあげなくちゃいけないんだけども、あげにくい綺麗に植わってるそのハンギングのところにどうやって水をあげるのかなっていう時に、ここがこう開いてるとここにかければいいからね。ここなので
ここにもう一個入れちゃわないでね、まあちょっと色違うけど、こういうの入れちゃえば全面お花になるんだけど、あえての11個にしてます。そしてね、このお花がボリューミーに育ってくればこうまん丸になりますので、そんなに心配する必要もないと私は思っています。よいしょ。ほらかわいい。これ全然もう作りたてって感じしないですよね。苗がいいんですよね。誰だっけ、森田さん。あ、黒田さんだ。この黒田さんのパンジー、オレンジ。ね、素敵、かわいい、オレンジ、明るい。温かみのある明るさですよね。黄色よりもあったかい感じがします。冬にもってこい。これはね、見て綺麗なフリル。パンジーの桃子。村上さん。このニュアンスカラーのかわいいパンジー。株がちょっと小さいけれども、あまりの可愛さにね、買いました。ね、株自体はちょっと小さい。村上さんっていうのは単色でこう1枚で出してくれるので、結構買うんですけれども、わあすごいいい苗っていう感じではない。黒田さんとかね、森田さんとかそういうのはすごいいいなと思うんです。でもなんかね、この村上さんっていうのはいろんな品種にチャレンジしてる感じがする。でもね、この生産者さんのこれがいいあれがいいねっていうのはね、しょうがないんだよね。我々もお金払って買う方なので、いい生産者さんの苗は本当にいいなと思うし、あららと思うものもある。ね、だったらちょっと伸びてんだよね。締まってるのもあるんだけど、センターはしっかりした締まった子を入れたいからね。この色かわいい。これが表に返してみて、あんまりにもお花が飛び出してるようだったら切り戻しちゃいます。もう少し辛抱ね、切り戻せば良くなるのは分かってる。ただすぐ売りたいからね、私なんかこれで作ったのでいい感じになればいいなと思って。水苔はね、作っておかないと水につけた瞬間っていうのはあんまりふやけないのでね、なくなりそうと思ったら作る。さあてっぺんどうしよう。こういうかわいい子使う。こういうのも入れちゃう。これで11個見てみます。出来上がり。どうですかこれ。こっちと比べると微妙。かわいい花色なんだけどね。どうしよう。これ保留作ったけど1日置いといてみる。